こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回は健太郎さんです。よろしくお願いします。お願いします。そしたらじゃあ健太郎さんについて自己紹介お願いします。はい。そうですね。はい。自営業でアパレルブランドと、あとは美容師の人が使うシザーをサブスクで貸し出すっていうサービスをやりながら、シティキャンプ株式会社で、シティキャンプっていう店舗事業とオフコーラのマーケティングの方を携わっています。24歳の健太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が 1LDK そうですね。ですかね。はい。だいたい平米数はどれくらいのご自宅ですか？だいたい30ちょいぐらいだと、30ちょい平米ぐらい。はい。この物件結構特徴的な物件ですけど、なんか選んだ決め手というかあるんですか？そうですね。もともと双方っていう法人登記ができる物件でも絞ってっていうところで、一番築年数も浅くて、なんか広さもイメージ通りでっていうところで、たまたまコンクリートだったっていう感じですね。どっちかって言ったら、はい。結構ね、なんかコンクリートの中でも割とちょっと個性派というか割とこうちょっとね個性派な物件で、アイテムも割とちょっとファッショナブルなものが多いと思うので、ちょっとそのあたりの話を聞ければなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでリビングを紹介してもらいたいなと思います。はい。ここはだいたい広さでいうと8畳9畳とか。リビングが多分11、2畳ぐらい11、2畳あれですね。はい。ということで、じゃあまずこのスペースのこだわったポイントやコンセプトがあればちょっとお聞きしたいんですけど、何かありますか？そうですね。なんか色とか組み合わせとかが好きで、割と何かこう全体的になんかいろんな色があるけどまとまった感じができるような、なんかイメージで、っていうのと、あとなんかもともと壁とかがコンクリートとかだったんで、コンクリート無機質なところになんかこう自然の感じのなんかうまいコントラストっていうんですか、なんかできるようなイメージでなんとなく好きなものを集めていったみたいな感じです。メインのソファーからお尋ねしたいんですが、これはどちらで？これが仮木60のソファーになってます。中古で買ったんですけど、なんか定価すごく高くて、半分ぐらいの値段でメルカリかなって売ってて、もうすぐ決めて買ってっていう感じです。結構ブランドの家具は高いですよね。高いです。本当に、はい、なかなか気軽には買える値段じゃないですもんね。そうなんです。ご飯食べたりもここのスペース？ご飯食べる時もここだったりとか、こっちで食べたり、どっちかでって感じですね。あとこのダイニングローテーブルか、はい、これもちょっとガラスの天板のテーブルですけど、これがバイマっていうなんか海外のメーカー買えるアプリがあるんですけど、そこで買って、ブランドの名前覚えてないんですけど、ガラステーブルで調べたら3万円ぐらいかなって感じだったんです。はい、その上のこのティッシュカバーというか、ティッシュケースもこれなんか独特ですね。これはなんか楽天の普通の楽天市場で多分2000円ぐらいだったと思うんですけど、3000円ぐらいでなんか可愛かったんで、これ詰め替えとかなんか大変そうですけど。詰め替え、そうですね。なんかティッシュのサイズがなんかいい具合のやつあるんですよ。なんかドンキとかでめっちゃまとめて入ってるやつがただスッて入るんで、はい、それで詰め替えてみたいな。椅子についてもちょっとお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入されているんですか？これもメルカリか何かで中古で多分買ったんですけど、なんかこれも一目惚れっていうかめっちゃええやんと思って、多分5万円ぐらいかな。ちょっと奥の方の話も聞きたいんですけど、ここに一人掛け用のソファーもありますけど、これはどちらですか？そうですね、リンロゼで買いました、ネットで。これはなんか生地とかもご自身で選んでみたいな感じですか？いや、でもなんか50周年かなんかのタイミングですごく安い時期があって、なんか今だったら買えるかなって感じで、なんか生地とかも特にそんな選ばず、色だけ白っぽいのがいいなって感じで。隣に棚とかもありますけど、なんかスペース的になんかあるんですか？よくどういうことしてるみたいな。なんか普通にちょっとなんかソファ1個置いても結構両脇ちょっとずつスペース空いたんですよ。なんか、それがなんか気持ち悪くてもう詰めちゃおうみたいな、棚を後から作って、でなんか収納とかですね、なんか植物とかのなんかメンテナンスする用の肥料だったりとか、お菓子食べないんでお菓子とかこれバーッと突っ込んで、友達来た時ここから出してとかですかね。このスチールの棚、これはどちらで購入されたんですか？これも Amazon か楽天で、多分業務用の何ですか、キッチン用の多分ラックみたいな、厨房とかにあるような多分やつかなって感じです。2万円ぐらいですね。ポスターとかアートとかが飾ってありますけど、そうですね、これ僕が自分で作ってデザインしたんですけど。
なんか結構友達呼ぶのが好きで家に、はい、でなんか友達が家に来て Wi-Fi つながしてとかめっちゃ言われるじゃないですか。でいちいちパスワードこうなんか見せてめんどくさかったんで、QR コードにしたんですよ。自分家の Wi-Fi を QR で入れたんで、もう友達このカメラでこの QR 読み込んだらもう Wi-Fi に僕の家の Wi-Fi につなげれる。はい、ポスター自体はなんか Wi-Fi と関連してるんですか、このデザイン自体は。デザインのコンセプトというか。最初に作ったやつはちょっと Wi-Fi っぽい感じにしたんですけど、なんかそこからも関係ないです。新しいの全然。どっちもこれ、どっちも QR 貼ってあるの？そうです。どっちも。じゃあどっち読み込んでも Wi-Fi につながるって。そうそうそう。まあこれをやってた友達が欲しいって言い出したんで、ちょっとネットで売るかみたいなんで、ネットで売ったりもして。結構ちょいちょい売れるんですか？結構売れたっす。あ、そうなんだ。1年分の家賃ぐらいは多分。すごいですね。あとはじゃあちょっとこっち側、後ろのスペースに行こうかなと思うんですけど、ここは結構植物がたくさんあると思うんですけど、割となんだろう、こう植物を選ぶ時のポイントというか、なんか選定する基準みたいなのあるんですか？そうですね。もうまず枯れにくい。であとは水やりともなんかそんな豆じゃないんで、2週間に1回とか3週間に1回ぐらいでなんとかなるものが生き残ってるって感じです。どっちかっていうと生き残ってる多分あんま枯らしたことないんですけど、何回か2回ぐらい枯らしちゃって、でなんかその辺だけ気をつけてって感じですね。グリーンめっちゃ置いてる家とかにちょっと憧れてたんで、海外の人とかの、そういうのがなんか作れたらちょっと可愛いかなって感じのイメージですね。結構なんだろう、植物とかはこう行きつけのお店というか、そういうのあったりするんですか？あれですね。なんか青山にあるそのフォルストパーク、併設いろいろカフェとか入ってるとこはめっちゃ行くっすね。フラワーポットというか鉢とかもすごい可愛いですけど、それも一緒のお店で買うんですか？そうですね、一緒が多いですね。フォルストパークで多分一通り買ってると思います。なんか鉢でいうと奥のちょっとバルーンっぽいこの生地というか、これはなんか TikTok でなんかデザイナーさんか何かのアカウントで見かけてすぐ買おうって感じで。すごいファッショナブルな、なんかそうですね、なんかファッション関連のデザイナーさんが作ってるインテリアみたいな感じだったので。作業スペースなんですか、ここは？そうですね、この辺でいつも仕事とかはしてるんですけど。これめっちゃデスク長くないですか？めっちゃ長いです。多分何センチだかな、180ぐらい多分長いですよね。あって、もともともう家に入居した時からも備え付けで、もうどうにもできないやつだったんですね。そう逆に最初外してくださいって一応聞いたんですよ。外せますかみたいな。一応ダメですみたいな感じで。じゃあもう使わざるを得なくてみたいな。じゃあ生かそうみたいな感じです。ここのじゃあちょっとその作業チェアというかワークチェア、このちょっと椅子も2脚揃えてますけど、これもそうですね。これも多分なんかメルカリか何かでネットで買ったはずなんですけど、多分リップドラクトだったと思うんです。これ今椅子にあれなんですね、ラグというか、クッション的な感じなんか引いてるんですか？そうです。なんか結構ラグのこの三好ラグさんのラグ好きで、で椅子に色違いっていうか置いてます。お部屋にもちょいちょいラグは引いてありますもんね。ラグあったらなんかちょっと雰囲気、色とかがいい感じになるんで置いてます。あとはこのスペースでいうとスピーカー、これもすごいスケルトンのかっこいいですね、デザイン。そうなんです。なんかハーマンカードンっていうところで、なんか車かなんかのスピーカーとかもやってるような、多分両サイドにスピーカーがついてて、これがウーハーって言われてる、振動とかがめっちゃ出るやつで、友達とか来た時とかに1日ぐらいめっちゃ騒いでも怒られへんかなっていうたまにめっちゃ音量上げて、爆音で、そんなめっちゃ上げないです。そんなまだクレーム来たことないですけど、クレーム来ない程度で。ここもポスターというか、これはまたあれですか、ご自身で作ってる？こっちは自分で作ったやつで、こっちは買ったんですけど、これはなんかポスター屋さんみたいなオンラインのなんかサイトで、なんか大きいポスターとかちょっと欲しいなって思ってて、でちょっとこういうなんかロボットみたいな、なんかちょっと僕結構そういうの好きなんで、一目惚れして買いました。これポスターとかもともとあれですか、ご自身でデザインの勉強というかなんかされてたんですか？いや、もう全然独学で、もうネットで調べて、作りたいデザイン調べて作るみたいな。すごい。あとはキッチンスペースのお話もちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、この辺もなんかすごい素材感というかこう統一されてるような気もするんですけど、なんか割とシルバー系で基本的には棚とかは揃えて、なんかこういう小物もできるだけステンレス、シルバー、フライパンとかもに統一して、なんかそういうパスタケースとか、これもなんかなんていうんですか、キッチンペーパー立てるやつとか、オイル、なんかオリーブオイルとか入れ物とかもシルバーかガラスかっていう感じで、無機質な感じで最初になんか決めたルールみたいなの全部シルバーにしようみたいな。
この辺はなんかこういう素材感合わせるのに同じブランドで全部これも買ってるんですか？でもなんかそうですね、ニトリか IKEA かとか基本的には多分。ニトリとかでも結構ある。全然買うです、全然買うです。へーニトリ IKEA はめっちゃ買うですね。この辺とかも多分これ無印かな、はい。無印かなんかの多分やつなんですけど、なんかできるだけそんな値段は、水回りなんで多分結構汚れるなっていうのは思ってたんで、確かにその辺はお金あんまり使わないイメージですね、僕の中では。はい。なるほどね。わかりました。あとは電子レンジの上のはいこのフィギュアとか、はい、この辺はなんかどういったものがこれディスプレイとかされてるんですか？これはコロナ禍の時にめちゃくちゃ APEX ハマってて、そうなんだ。はい、1年ぐらいちょっと引きこもってたんですけど、はい。その時に、コントローラーをめっちゃ壊れまくるんで、月1ぐらいでやりすぎて、でそれの在庫が余ってたんでもう買いまくってたんですか？めっちゃ買ってました。なんかこれ廃盤になるかなんかであもう製造されなくなるみたいなのでめっちゃ買ってたんですよ。はい買いだめしてて、それが1個余ってそう感じです。はい、記念です。記念に。はい、あとあれですよね、ご自身のお仕事されてるそうですね、オコーラのっていうクラフトコーラの、ボックスですね。入れ物です。オフコーラも結構最近こう見かける頻度も高いというか、はい、結構今勢いありますよね。そうですね、オフコーラなんか缶が出たんですよ、新しく。これがナイトケア成分入ってるオフコーラになって新しく、でこれが、7月ぐらいからローンチして、そのタイミングから結構プロモーションとかいろいろ頑張って、でオフラインの店舗でも300店舗ぐらいは今卸しててって感じですね。ちなみにこのオフコーラはちょっと知らない方もいらっしゃるかなと思うんですけど、はい、どういうコンセプトのコーラというか何かあるんですか？特徴は。コンセプトは何もしないをするっていうコンセプトで、いわゆるなんかお仕事終わりとかいわゆる暇な時間とかをどれだけ有意義に過ごせるかっていうところをサポートできる飲み物として出してて、ナイトケアのなんか睡眠の質が安定するようなギャパとかテアニンの成分を入れてて、睡眠の質が上がるようなリラクゼーション効果のあるようなコーラっていう感じで売ってます。実際やっぱ飲んでなんか変わるというか、やっぱりそうですね、夢とかを逆に見なかったりします。もうパンって朝目覚めよくなったりはした時間は全然あるですね。面白いですね。はい、あとはちょうどこの後ろにあるゴミ箱、はいはい、これもなんかめっちゃかっこいいですね、デザイン。これもそうですね、これもネットで3種類を分別できるんで、種類いっぱい分けれるやつでっていうので2万円ぐらいした気がするですね。ちょっとゴミ箱にしたら高いんですけど、多分。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、奥が寝室ということで、ちょっと中に案内してもらってもよろしいですか？どうぞ。はい、失礼します。ですね。ここはだいたい4畳5畳6畳ぐらいはありますかね？そうですね、多分6、7ぐらいは多分あるか。なんかこの部屋はこだわってるポイントというか、なんかあるんですか？そうですね、なんかもともとラックっていうかハンガーラックが上だけの備え付けのやつしかなくて、もうむき出しの収納だったんで、もう逆にもう全部むき出しでもスケルトンっていうか綺麗にもう見せる感じでやってたんですけど、服の量ありすぎてハンガーの数やばいことになっちゃった本当はなんかおしゃれなセレクトショップぐらいの数で行きたかったんですけど、ちょっとあまりにも服多かったんで、今ストックみたいになっちゃった、ストックみたいな在庫みたいになってるんですけどはいって感じですね。この辺のベッド周りのちょっとお話も聞きたいなと思ってるんですけど、この辺は結構ファブリックというかブランケットとかも個性的なこれデザインですけど。そうですね、なんかブランケットとかなかったら結構シンプルすぎて、見栄え的にあんまこう僕的に好みな感じにしたら、こういうちょっと派手めなブランケットで色を足してみたいな。あとはなんかこのブラインドとかもこのなんか窓がちょっとでかすぎて結構オーダーで作ったんですけど、そうなんだ。これもニトリとかでオーダーメイドできるんで、ぴったりのサイズでやってもらってっていう感じですね。これブランケットどちらのブランドなんですか？これメゾンストレイシープっていう、羊とかを多分モチーフにしているブランドで、結構これ TikTok とかでも最近よく見かける頻度高いですよね。可愛いんで、買いました。こっちのこのラグも、これは三好ラグ。これも三好ラグなんですか？ラグはあれですか、もう三好ラグで揃えるみたいな感じなんですか？そうです。なんかでも逆にそれ以外のラグのブランドがあんま知らない。そうなんだ。あんまりなんか結構1個ハマったやつ買っちゃう癖はあるかもしれない。あとこの辺で結構本とかも読まれるんですか？本がどうしてもビジネス書みたいなを読んだ方がいいっていうおすすめされたのは読むようにはできるだけしてってって感じですね。ちょくちょく多分有名なやつとか上の方にある。勤勉ですね。はい。いやでも全然読まないんですけど、もう本当めっちゃ少ない方なんで。そうなんだ。押さえとくやつだけちょっと押さえてるぐらいです。あとはじゃあちょっと洋服の話をじゃあせっかくなんでちょっと聞きたいなと
思ってるんですけど、まあ、洋服最近そんなめっちゃ買ってるとかないんですけど、友達が働いてるところで買うっていうのを決めてて、最近ここ1年ぐらい友達が店頭にいる店でしか買わないんですよ。で必然となんか今ディーゼルに友達が3、4人いるんですよ。あ、そうなんです。いろんなところで買ってたらディーゼルばっかりになるっていう。今日とかもディーゼルみたいな。確かに今日もそうですよね、ディーゼルですもんね。多分この辺にもディーゼルが何個か紛れてるみたいな感じですね。とかまあ友達のセレクトショップとかでちょいちょいたまに買うかなって感じですね。なんかサイズ感とか素材感とかそういうのはなんかご自身の中であるんですか、こう着用される。そうですね、僕もともとめっちゃ服は好きなんですけど、最近は割となんかこう着やすい服みたいなのがやっぱ好きで、なんか変にベルトめっちゃ縛らなあかんとかはちょっと最近もう動きにくいんで、ゆったりしてる服ばっかりになってきてる感じあるっすね。はい。それこそさっきね、ご友人の店で買われること多いっておっしゃってたんですけど、その中でもこうなんだろう、ご自身の結構センスとも合うようなおすすめのお店とか結構好きだなみたいなお店とかありますか？そうですね、この間買ったんで言ったらなんかアデライデっていうなんか表参道ヒルズの裏ら辺にあるおしゃれなセレクトショップなんですけど、そことかは結構かっこいい服いっぱい置いてあって、はい、行ったりしたことあります。はい。とかですかね。あとはルームスリッパ、これめっちゃ可愛いですね。これそうですね。なんか外でも履けるようなタイプのやつだったんですけど、スリッパを履くようにしててもともと。けどなんか結構安いやつだと結構速攻なんていうんですか、ソールが薄いですよね。薄くなっちゃうんで、もう分厚いの買っとこうみたいな。あとこれ鏡はあれなのが突っ張ってるんですね。あ、そうですそうです。これも前の家から持ってきたんですけど、結構大きくて楽天とかで1万円台ぐらいだったと思います。はい。なるほどね。わかりました。ありがとうございます。はい。さあ玄関周りの話をちょっと聞いていきたいなと思います。玄関周りやっぱなんといってもこの水槽。はい。これなんかなんだろう、なんかラボっぽいというかなんかすごいですね。見た目も。そうですね。割となんかガラスの水槽台って結構重いんですよ。めっちゃ水槽って水、50キロとかするんですよ。だから結構限られてて土台にできる素材で、ガラスのメーカーと一緒のやつにしたんですけど、ガラスのものでフィルターとかですね、あとはなんか二酸化炭素とか酸素とかを添加するような機械がちょっとステンレスで統一してみたいな感じですね。これおおよそ一式でどれぐらいの費用かかるんですか？でもなんか中古で買えるものは中古で買ってるんであれなんですけど、多分15万ぐらいあれば多分結構でもいけるかな。本気の趣味ですね。まあ、でもマジの趣味です。ですよね。めっちゃもう普通に趣味です。これなんか魚この水槽、なんかこの魅力というか、そうですね。何なんですかこれは？なんかもともと釣りがめっちゃ好きで、で、よく休みの日やったら釣りに行くんですけど、釣りやってる時にぎっくり腰になって、なんかもう釣りちょっとしばらくちょっとやめようと思って、でじゃあどうしても魚好きやからっていうので魚見たいっていうので、最初始めたんですけど。でもなんかその海とかにはいないような淡水魚なんですけど、綺麗な魚とかを入れてって感じですね。こういうのって結構メンテナンスめっちゃ大変そうなイメージあるんですけど、どうなんですか？そうですね、僕そのペットとか今まであんま人生で飼ってきたことなかったんで、多分なんかペットとしてはそこまで別に全然多分大変じゃないのかなって感じのイメージですね。なんかその急に病院行かないといけないとか別にないので、そうですよね。だからまた全然マシだと思うんですけど。確かにその辺はね。でもなんかもう水替えとかもやるんですけど、2、3分とかあれば全然。あ、そうなんだ。はい。そのお隣とかか、香水とか、ここは香り系のアイテムとかですかね。そうですね。なんかちょっと玄関なんで、もう行く時に香水つけたりとか、あとはなんか匂い系とかも、入り口で匂いがするといいのかなって感じのイメージでここ置いてるって感じなんですけど。この辺のなんか香水はレギュラーで使ってる香水というか、なんか使い分けとかあるんですか？そうですね。なんかもともと白のこの香水を僕が使ってたんですけど、なんか最近プレゼントしてもらったやつで、こういう何のあれなのかわかんないですけど、こういうのを使ってるですね。もらったやつなんでちょっとあんまり詳細が分かってないんですけど、いい感じの匂いですね。こことかはあれですか？そうですね。なんかこの辺とかに直したりしてるんですけど、ナグチャンパっていう結構多分有名なやつですね。なんかシュプリームとかのお店にあるようなやつなんですけど、これも結構いい香りですよね。これ好きで、職場でもこれ炊いてます。あ、職場でもこう炊いてるんですか？採用されました。すごいですね。シティキャンプの店舗はこの匂いが、あ、そうなんだ。僕んちと同じ匂いがします。なるほどね。なんですね。あとはそれこそちょっとさっきも出てきたラグ、この辺も玄関マットとかも。そうですね。これが三好ラグのやつで、こっちがストゥーシーのラグですね。これちょっと新居祝いで、新しく引っ越した時に友達に
もらったやつなんで、あんま値段とかちょっと分かってないんですけど、はい、あとあれですよね、ゲスト用のルームスリッパ、はい、ご自身が履いてるものとはまたちょっと違うやつです。そうですね。ヒューマンメイドのスリッパを、デザインとかも可愛くて、結構友達とか呼ぶこと多いんで、なんかスリッパとかちょっと買おうと思った時に、なんかデザインも可愛くてっていうところで選びましたね。はい、なるほど、分かりました。ありがとうございます。はい、はい、ということで健太郎さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後にじゃあ健太郎さんの方から何かお知らせしたいものだったり告知したいものがあればしていただければなと思います。はい、僕が働いてるシティキャンプ株式会社ですね、オフコーラっていうクラフトコーラを作ってる会社になるんですけど、今ですねオフコーラの販売を、一緒に協力してくれるような社員さんとかを、募集しているので、一緒に働きたい方とかご興味ある方いらっしゃったら、ぜひ、採用フォームから問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。はい、基本的にはあれですか、オフィスは東京になるんですか？オフィスは恵比寿の、はい、駅からすぐ近くのところにあるので、はい、はい、ということでじゃあ一緒にこのオフコーラをね作るのに携わりたい方はいがいらっしゃったら、概要欄からチェックしてもらえればなと、はい、思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは健太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。